じゃあローズヒッはい、リトアニアマニア橋本です。今回は、食事ですね、おすすめのレストラン紹介したいと思います。首都のビルニュスです。ローズヒップっていうね、ビーガン専門のメニューを出してるレストランになります。伝統料理とかはね、ここじゃ食べれないんで、それはいろいろ紹介されてるね、伝統料理のお店とかに行ってもらえばいいかと思うんですが、ちょっとプラントベースの今ね流行ってる、世界でも流行ってますし、もちろんリトアニアにもあります。そういうお店を紹介してみたいと思います。うちらもね食事は基本プラントベースで、生活してますんで、このお店は中でもダントツでおすすめです。 The Future is Vegan っていうことでね、左側の椅子は座らないでくださいってなってるんですよね。座らないでっていうかね、撮影で座るのはいいんだけど、ここを撮影してプロモーションにもしていこうっていうような、そういうコンセプトのお店ですよね。はい、さてメニューですけど、おすすめ絶対これ食べてっていうのが1個あります。左上から4番目ですかね、バオ with バーベキューソイナゲッツってやつ、バオバンってうちらは呼んでますけど、この後映ってくると思うんですけど、これは絶対食べていただきたいですね。めちゃめちゃ美味しいです。あとは基本ハンバーガー系とブッダボールっていう、豆とか野菜が入ったボールですね、とか、ピンクスープね、リトアニアの伝統料理でもあるんですけど、それの、ビーガンバージョン、それも出してます。それは美味しかったですね。はい、その辺がおすすめですかね。基本バーガー、うちらはいつもバーガーを1個選んで、そのバオバンを、1個をシェアするみたいなことをいつもやってますね。結構ね値段高いんで、日本だと東京のいいお店行ったぐらいの感覚で食べればいいのかもしれないですけどね。昆布茶とか CBD 入りのドリンクとか、なんかいろいろそういう面白いものはいっぱいありますんでね。ビルニュス来たら、どうですかね、3食目ぐらいに候補に入れると皆さんはいいかと思います。プラントベースやってる人は絶対、選択肢1番に入れてください。ここは本当に味もいいですし、これバオバンスね。この白いねバンズのところがめちゃめちゃ美味しいんですよね。なんだろうな、肉まん、ふわふわの肉まん、マシュマロみたいな感じ。これおすすめです。はい、でビーガンなんですけど、お手洗いもね、ちょっとこの映像では出てこないんですけど、お手洗いも男女共用になってて、要はありますよね、その LGBTQ とか、性別、男女の区別もなくていいと思ってるノンバイナリーっていう方にも配慮した、すごいそういう意味では最先端な感じですね。うまそうに食べてます。ちょっと汚くなっちゃってるのは最初の半分俺が食べたからです。ビリニュス来たらまずここに行きたいってなるんですけど、今回の旅はカウナス中心だったんで、ビリニュスは結構旅の中盤から訪れてて、やっとこれにありつけたっていうね、決まってる顔してますけどね。お店の店員さんもね、タトゥーとかね、ピアスとかね、ガツガツ入っててね、やっぱりセンスいいなと思いますね。はい、でこれはなんかバルト三国のお店行ったらよく出てきたんですけど、さつまいものフライ、じゃがいもじゃなくて甘くて美味しい。でソースはケチャップじゃなくてビーツっていう、これもリトアニアの有名なピンクスープに使われる野菜なんですけど、ビーツをベースにしたケチャップ、この辺もね個性があって
伝統料理とまた違うラインでこういうのを体験するのも面白いんじゃないかなと思います。これはポートベロマッシュルームかな。ビーツも入ってます。ちょっと野菜目で選びました。ビヨンドミートっていうのがね、ヨーロッパとか多分アメリカもですかね、めちゃめちゃ今流行ってて、だいたいプラントベースのお店行くとビヨンドミート使ったハンバーガー売られてます。日本だとあんま聞かないかもしれないですけど、ちょっとお値段高いですけど、これはジャックフルーツ、ピンク色で映えてますけどね。ここはもう何でもうまかったですね。 Is it popular to do sweet potato fries? 何 Is it popular to do sweet potato fries? Every place has it. Maybe now it is. さつまいものフライはあんまり聞いたことないって言ってるんで、ここ最近でポピュラーになった可能性がありますね。ラトビアとかエストニアでもプラントベース系のお店行ったらこれ出てきたんで、もしかしたらちょっとトレンドになってるのかもしれません。これはね、別の日、ピンクスープさっきの映像の日は食べなかったんで、ちょっと別日にもう一回来てるんで、当然のごとくその時にピンクスープ頼んでるんで、ちょっとその映像をちょっとご覧いただきたいと思います。パンチ効いた T シャツ着てました。さてパオバンは絶対必須です。で2つあるんですかね。 But you're gonna eat half, so it's not fair. You have your huge. これがピンクスープね。本来はなんかディルは入れないみたいですね。きゅうりが入って、あとゆで卵が入るそうですけど、でじゃがいもはサイドで置いておくと、中には入れないらしいです。本来はね、伝統的なレシピだ。ただここは、プラントベースなんで、多分豆乳ヨーグルトとかその辺使って作ってるんだと思いますが、まあうまいですね。これだったら日本でも本来ね、ケフィアっていうちょっと特殊な乳製品が使われるんですけど、それなくてもやれるんだったらうちでも作れるなっていうふうにも思いましたね。 This is like a grilled tofu. 豆腐クルトンっぽいのは豆腐のようですね。リトアニアは5月にね、ピンクスープフェスティバルっていうのを始めたんで、これがもうピンクが推しの色みたいな感じにもなってますよね。 Soy and some other plant-based thing. Soy milk and some plant-based yogurt. Soy milk and soy yogurt. Soy milk. It says soy milk and plant-based yogurt, so it should be not soy. プラントベースヨーグルトが使われてると。豆乳ヨーグルトじゃなさそうかもしれないですね。Should be even in Japan. これだったらある程度真似して作れそうですよね。In Lithuania. I agree. ビーツはね、コストコで売ってるんで、そ I れ will を miss this the most. 使ってもいいですし、最近ビーツ売ってるお店もたまに見かけますよね。 In summer it's so good. 真っ赤な玉ねぎみたいな感じの見た目ですけどね。さあお腹いっぱいになったところでお会計なんですけど、まあ面白かったのはチップをこのカードで読み込んでチップを払うと、最近カードとかキャッシュレス決済みたいなのは主流なんですけど、リトアニアでもそうするとチップは現金で払うみたいなことが起こるんですよね。でそれすら今なくなってきてるってことで、本当に現金持ち歩かなくていい感じにもなってるってことですね。というわけで、ローズヒップというレストランでした。リトアニアの
近代美術館の近くにあるんで、そっちの方行った時にはぜひ行っていただければと思います。ウクライナの国旗ねもうありますけども、ここですね、近代美術館。 It's healing differently, I feel, than other ちょっと parts. 近かったんで散歩してったんで、最後そこをちょっとご紹介していきます。なんかちょっと前にテレビで伊藤潤二っていうアニメの、アニメじゃなくて漫画の画家の方がいて、ホラー系を描いてる人なんですけど、多分知ってる人は大好きっていう感じの人がいるんですけど、それがなんかリトアニアの人も大好きな漫画なんだみたいなのを紹介されてて、なんかみんながそうなのかとはそんなことないだろうと思ってたんですけど、うちの妻も大好きで、そしたらこんな渦巻きのものがあったりしたんでね、本当に伊藤潤二影響与えてんのかなみたいなことをちょっと勘ぐりました。伊藤潤二知らない人は渦巻きとかで検索してみてください。ここにも渦巻きありますよね、なぜか。 Oh, look, Suzume drinking. スズメが水浴びしてます。Drinking and showering from the same spot. この辺もちょっと面白いアートが並んでるんで、散歩コースにも最適ですね。サクッと歩いてっていうのもいいと思います。はい、見晴らしもそこそこいいんでね、概要欄にレストランのリンク貼っときますんで、ぜひ行ってみてください。というわけで、もう一個ね、視点があるんで、それは次の動画でご紹介したいと思いますが、今回はここまでになります。ということで、またね、イキ。